この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は、現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今回はですね、絵を模写する時のコツということで、皆さんは模写、つまり誰かの作品をそのまま書き写す練習法のことですが、やったことありますか？今回はですね、こちらの作品は僕が大好きなイラストレーターさん、作者2さんのイラストなのですが、めちゃくちゃかっこいいでしょ。こちら今回ご本人に特別にご許可をいただきまして、こちらの作品をなんと動画内で実際に模写させていただきたいと思います。あ、もしかして今、人の作品をそのまま書き写しただけじゃ何にもならないんじゃないのって思いませんでした？いいですか？よく聞いてください。それ完全に間違ってますよ。模写はですね、めちゃくちゃ勉強になるんですよ。なぜかというと、模写というのは書く練習ではありません。見る練習なんです。別の言い方をすると、目のレベルを上げると言ってもいいかもしれません。この目のレベルを上げることでですね、絵の上達には欠かせないある3つの能力を手に入れることができちゃうんです。この動画を見ていただければ、模写をすることで手に入れられるある3つの強力な能力、そしてその能力を手に入れるためにはどのようなことを意識して模写をすればいいのか、そのポイントを知っていただけると思います。うわ、絵を描き写しただけなのにめちゃくちゃ絵が上達しちゃった。そんなイラスト上達のきっかけにしていただけるはずです。ぜひ最後までお付き合いください。さあ、それではもう早速結論いっちゃうんですが、模写をすることで手に入る3つの強力な能力、それはですね、これです。空間把握能力、色彩能力、視線誘導能力ですね。もう名前を聞いただけでものすごい能力手に入れられるような気がするんですが、慌てないでください。実際に模写をしながら順番に解説していきますね。さあ、それでは早速やっていきましょう。空間把握能力。はい、まずはですね、線の模写をしていきます。一つ注意点としては、模写はトレースとは違います。トレースはこのように絵を半透明で重ねて、その上からなぞっていくっていうことをするのですが、今回はですね、これをやりません。なぜかというと、トレースでは目のレベルは全く上がらないからです。なので、このように自分が描いているスペースのなるべく近くに元絵を置いて模写をしていきましょう。ポイント、線の太さに注意して模写しよう。まず大事なのは、線の太さをなるべく忠実に真似ていくことです。線の太さを揃えないと、かなり絵の印象が変わってきてしまいます。これはなぜかというと、線の細さ、太さは絵の印象にすごく関わってくるからです。例えば、あえてこの絵の線を太く描いてみるとするとですね、こうなります。どうです？なんかどことなく可愛くなっちゃうというか、元絵のシャープでソリッドな尖ったようなかっこよさがまるでなくなっちゃったでしょ。まずは線の太さをよく観察して、元の絵の線の太さを真似してみましょう。それと情報量の操作という意味でも線の太さは大事です。例えばここを見てください。剣の持ち手の部分の編み込みなんですが、この線を太くしてみちゃうとどうですか？かなりね、情報量が上がって元絵のスッキリ感がそがれてしまいましたよね。こういう意味でも線の太さは非常に大事です。覚えておきましょう。あとはまあこれは当然ですけど、一発でうまく描ける必要は全然ないですね。というか、一回描いてなんかこの線本物と見比べて違うなと思ったら、その時点でどんどん修正することです。むしろ修正すればするほど、その修正の回数の多さによって上達の大きさが決まる、そう思って良いくらいです。本物とよーく見比べて、ここ違う、そう思ったポイントはガンガン修正してくださいね。ポイント、点と点の間に注意して模写しよう。そしてもう一つ、模写をする上で超重要なポイントがあります。それはですね、線をただただ真似するだけではなく、点と点の間の距離を目で測りながら絵を描いていくということです。ちょっと何言ってるかわかんないですよね。点と点の間の距離を目で測る。それはどういうことかというとですね、こういうことです。例えば、目の瞳孔と首の付け根の点、そして肩の終わりのこの点、この3点をですね、こんな風に頭の中で線をつないで三角形を作ってみてください。この三角形の印象が元絵と合っているかを見ていきます。元絵の三角がこんな感じ。模写した絵の三角がこんな感じですね。模写した絵の三角が
例えばこんな感じだったとすると、よーく見比べると、あれなんか模写した方の三角の方が縦長な感じがしますよね。でもなんでだろう。あ、そうか。この肩の点がもう少し左に行けば、この三角の印象は元絵に近くなるな。そんな風に点と点の距離を見ていくわけです。今は目と首と肩でやりましたが、他も一緒ですね。例えば手首のこことフードのてっぺんと肩の模様もいいですね。ここをつなげてみて、この三角の印象を比べてみるわけです。こうやっていくつかの三角を作って見比べることで、ただただ線を真似するだけではない、点と点との距離によって絵全体の印象、つまりこの紙の上での空間全体の印象を合わせていくことができ、それによって空間を把握する能力、空間把握能力を手に入れることができるんです。僕はですね、結構ワンドロなどでこんな風に一発で線を描いていくことがたまにあるんですが、これね、視聴者さんからもよくできますねってね、言われることがあるんですけど、これも線と線がどれだけ離れているとどういう印象になっていくのか、大体分かっているからできるんですね。まずは模写によって3点を実際につなげてみて、その点と点をつないだ三角の印象がどうか確かめてみる。そこから徐々にそれらを頭の中でやってみる。そういう見方をしながら模写をしてみることで、実際にこの空間把握能力が手に入ります。空間把握能力が手に入ることで、模写の大目的である目のレベル、これをね、数段階上に引き上げることができちゃうんです。ぜひチャレンジしてみてくださいね。色彩能力。次は色を模写していきますね。色はですね、こちらは線と違って絶対にトレースするなとは言いません。色にとってのトレース。つまり、スポイトを使ってこんな風に色を取ってみることですが、これはね、全然やっても OK です。ただし、より模写によって色彩能力を高めたい場合にはですね、一回自分でスポイトは使わずに、この色はこのぐらいの色かなっていうのを作ってみることです。で、その後で答え合わせ的に色をスポイトしてみてください。そうすることによって自分の色感覚がどの程度ずれているのかがわかります。このズレを自分で認識することで、色感覚の精度はどんどん上がっていきますので、やってみてください。それと、色を模写していく際に意外に重要なのは、手順にはそこまでこだわらないことだと思います。作者2さんは描き方としてはラフの時点で色の印象を大体決めるような感じの描き方をする方です。その作業プロセスまでトレースできれば一番いいかもしれませんが、今回はできた作品のみを参考にするやり方をしていますので、とにかく最終的に見た目が一緒になれば何をやっても OK。そんな風に割り切って色を置いていきましょう。今回の模写で大事にしたいのは、制作過程ではなく、あくまでもその結果が自分で再現できる目を養うことだからです。いや、だって考えてみてください。この色は、この色相のサイドはこのぐらいの色。そんな風に色を見ただけでその色が分かれば、作り方なんて関係ありません。あなたのやり方でその色を再現すれば良いだけなんですから。ポイント、色の響き合いに注意して模写しよう。でもですね、そうは言ってもいくつか気をつけたいポイントがあります。例えば、色を模写していくときに大事なのは、単体の色だけで色を捉えないことです。というのは、色ってその色そのものがかっこいいっていうことあんまりなくて、色同士の組み合わせによってその色が生きるか死ぬか、かっこいいかかっこ悪いかが決まってくるからです。例えば、この肌色一つとっても、ここの単体の色が何色かっていうのはそこまで重要ではありません。色の響き合いこそが重要です。この光の面の色と、この影面の色、そしてここ注目です。光と影の中間に位置する細い面積、ここだけちょっと色が違ってますよね。この3つの領域の組み合わせによって、この肌色の印象が決まっています。色を見る場合には、このように色同士の響き合いに注目して絵を観察することが非常に重要です。覚えておきましょう。ポイント、コントラストに注意しよう。あとは白と黒のバランス、コントラストさに気を配るのも大事ですね。この絵の中で一番コントラストがついている部分が剣、その次にこの男の子というバランスになっていますよね。要するに顔以外の部分に一番コントラストをつけて、そこが一番印象的に見えるようにしているんです。これなんでかっていうとですね、これは僕の分析なんですが、作者2さんは塩顔の男が好きって言ってるんですね。なので、あんまり顔がうるさい男は好みじゃないんです。なので、意図的に顔以外の部分に一旦目を引きつけて、画面上の顔のプライオリティをあえて下げることで、絶妙に印象操作を行っている気がしますね。そういう目で見ていくと、例えばこの絆創膏とかもね、すごく悪い笑顔を巧妙に隠してるんですよ。このね、普通の人だったら全面に見せたくなるような部分を、色とコントラストの操作で巧妙に隠して
ていくところにね、僕は作者2さんの見せ方のこだわりを感じました。ここはですね、今回僕が一番勉強になったところかもしれません。ポイント、位置による色の違いに注意しよう。一見同じように見える色でも、位置によって絶妙に差がある部分があります。これは全て意図的な操作ですので、細かい色の違いにも目を配って観察しましょう。わかりやすい部分で言うと、髪の毛。一見全部青みがかったグレーに見えますが、注意して観察すると、上の面と横の面では意図的に色が違えてあります。これによって立体感を密かに追加しているんですね。それと例えば、剣の塚にも注目です。ここの色とここの色。実は全然違います。パーカーもそう。上の部分と下の部分じゃ明るさが全然違う。あとは分かりにくいところで言うと、このオレンジですね。このオレンジ、かなり印象的で鮮やかなオレンジなので、全部同じオレンジなのではと錯覚してしまいますが、実はですね、かなり細やかに色が違えてあります。一番見てほしいオレンジは、剣のこの部分のオレンジと風船のオレンジ。その他のオレンジは絶妙に彩度や明度を低くして、このオレンジの間にも優先順位をつけている。これね、作者が巧妙に隠しているつもりでも、模写をすることによって、こういう絵のトリックに気づくことができちゃうんです。これ例えるなら、絵の作者自身も気づいてほしくない秘密の隠し味に、模写をすることで気づけちゃうっていうことなんですよ。やばいでしょこれ。視線誘導能力。はい、だいたい書き終わったので、これで完成って思うじゃないですか。でも、ちょっと待ってください。ここで安心してはいけません。例えばですね、ここに黄金螺旋と3分割法の構図がセットになった定規があるんですが、これはですね、クリスタでも無料素材としてダウンロードできるんですけど、これを作者2さんの絵の上に載せてみますね。はい、どうですか？そこまできっちりとこのラインに載っているわけではないんですけど、なんとなくこの辺とか、あとこの辺とかこの辺とか、無理のない範囲でこの黄金螺旋に沿ったような形になっているのがわかりますか？それと目の位置ですね。これもですね、3分割法の線と線の交差点にありますよね。絵の中で印象的に見せたいパーツは、ここに持ってくるとすごく印象が強く見えますので、かなりですね、意識的に構図が練られているのがこれを見るとわかると思います。ポイント、密度感や見せ場の配置に注意して模写しよう。これは偶然ではなくてですね、作者2さん本人も実際におっしゃっているのですが、絵をある程度描き進めたら黄金螺旋定規を使って位置を調整するらしいんですね。でね、僕が模写した絵に同じ定規を重ねてみると、やっぱりね、ちょっとずれている部分がかなりあります。なので、この定規に従って元絵をお手本に少し位置を調整してみます。そうすると、まあかなり細かい印象の違いなので分かりづらいとは思うんですが、模写をした絵でなんだかちょっと気になるなーっていうような歯がゆさみたいなものがだんだんとスッキリして理路整然とした気持ちいい印象に落ち着いていくのが分かると思います。これはね、視線誘導テクニックの一つで、人間が美しいと感じる配置やバランスは黄金比や白銀比にすごく関係しているので、それを利用して気持ちいい配置を意図的に再現してしまうっていうテクニックなんですね。おそらくね、ただただ絵を模写するだけではこういったバランスの違いにはほぼ気づけないと思うんですが、こういった物差しを一つ手に入れることで、ああそっか、この絵のこのラインは黄金螺旋のこの部分に沿った形をしているから綺麗に見えるのかっていうね、また新しい見方を手に入れることができると思います。絵の見方としてはね、かなり上級者向けの隠れたテクニックになりますが、いやでもね、この見方ができたら絶対目のレベルが上がりますし、何よりももしこれできたらかっこいいでしょ？ぜひね、この見方覚えておいてください。はい、以上が模写の具体的な方法とポイントだったのですが、ここで一点注意があります。それは模写をしたイラストの取り扱いについてですね。模写をすること自体には許可はいらないんですけど、模写をそのままツイッターにアップする場合なんかは本人の許可が必要になると思います。模写は厳密には自分の作品ではないですからね、そこは注意しましょう。ただね、模写やトレース OK ですよっていう風に許可が出ている場合には別です。例えばですね、僕の作品は模写やトレース全部 OK です。僕の作品を模写する場合、それを投稿する場合には特に許可は必要ありません。無許可で Twitter に投稿しても OK です。ただしですね、グッズにして売ったり、あとは有料記事などで有料公開する場合にはそこは許可しておりませんので、そこだけ注意してくださいね。斉藤直樹の絵を模写してみたと一言付け加えていただけると僕が喜びます。以上、上達のための模写のコツでした。いかがだったでしょうか？それとですね、今回の動画の裏返しなんです
が、こういう模写やトレースは意味ないよといった無駄な練習法についてお伝えした動画もありました。どうせ練習するなら全部上達につなげたい。でもこれをやっちゃうと、その練習時間全部無駄になっちゃうよっていうポイントを解説した動画になります。無駄な時間を過ごしたくない人はですね、ぜひこちらの動画もチェックしてみてくださいね。概要欄に URL を載せておきます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。